ここ最近皆様もニュースで聞くようになった中国の台湾侵攻という言葉。中国は台湾を国として認めておらず、中国の一部だと主張しています。近年、台湾有事の可能性が非常に高まっている中で、アメリカを中心に近隣諸国やヨーロッパなどが中国が台湾への実力行使をさせないように目を光らせています。中国と台湾の間には幅約126キロの台湾海峡があり、国連では国際海峡として認められているのですが、中国はこれを否定しています。この台湾海峡で航行の自由作戦と称し、アメリカ海軍をはじめ西側諸国の軍艦があえてここを通ることで、台湾に対し力による一方的な現状変更を抑止しています。つまりこの海峡は現在世界の中で最もきな臭くピリピリとした雰囲気が漂う場所なのです。今回の動画のテーマはこの台湾海峡なのですが、日本人がほとんど知らないある事実があります。現在中国はこの台湾海峡を橋で結ぶ計画を進めており、福建省の平潭島という島まですでに車と高速鉄道が渡れる大きな橋が完成しています。台湾の目と鼻の先まで橋が建設され、本土と台湾が直接つながることを台湾は拒否していますが、工事は一方的に進められ、あと10年以内にこの海峡を結ぶ橋が完成してしまいます。また、平潭島では台湾同化政策を行っており、台湾の人々を誘致したり、経済特区を作り、様々な中国寄りの関係を構築するための活動が行われているそうです。今回はそんな台湾有事の最前線とも言われる平潭島に実際に訪れてみます。今回は関西空港からスカイチームのアモイ航空で福州まで直行便で向かいます。お待たせいたしました。特急ラピートアルファ関西空港行きです。新今宮の次は天下茶屋に。今回福州まではエコノミークラスにプラス1万円ぐらいでビジネスクラスに乗れたので、今回はビジネスクラスを予約しました。片道5万円くらいです。ちょうど撮影日の前日に関西空港の国際線ラウンジがリニューアルし、今回はビジネスクラスにしたのでラウンジ入室券を得たので、ついでに新しいキックスラウンジを少しだけ紹介します。それでは出国しました。で、今説明した通りね、ちょうど昨日から関西空港の、ラウンジが新しくなったんで、そちらに行きましょう。プレミアムとね、普通の方あるんですけど、自分は普通の方ですね。はい、初めてなんで楽しみです。めちゃくちゃ混んでますね。セントレアとは大違いだ。めちゃくちゃ広いな。すげえ広いラウンジだ。素晴らしい。ということで、こんな感じで食事持ってきました。まあそんなになんか豪華絢爛ではないですね。こっちの方はプレミアムの方はいいと思うんですが、はい、またいずれ多分そっち行くと思うんで、今日はこちらで。でもすっごい綺麗ですよ。ラウンジ広いし、またここのね広さの倍休憩ルームがあると言ってましたんで、食事コーナーなんですけど、ここはね。であとやっぱ今話題になってたのがこれじゃないですか。キックスカップヌードル、
日清のカップヌードルのこのキックスのこの器で関空のやつで食べれるっていうのがいいんじゃないでしょうか。はい。まあ食べ物はそこまでですかね。マグロの生ハム面白いなと思って持ってきました。おかず類もちょこちょこある感じで、まあそんなにラウンジでお腹いっぱいになるために来る人少ないと思うからね、一部の人以外は。あとカレーとか他にもいろいろありましたけど、まあこの後機内食もあると思うんで、まあ軽くって感じですかね。でも結構和をイメージしてるものが多くて、はい、抹茶のケーキとかありました。これは普通のお茶です。はい。じゃあサクッと食べて、もうそんな時間ないんで、行きたいと思います。普通にこれが一番うまいかも。マグロの生ハム。これめっちゃうまい。あれですね、プライオリティパスで入れないから、なんかすごいこう混み合ってくしゃくしゃみたいな感じではないですね。ステータス持ってる人かビジネスクラス以上乗る人しか基本的に入れないんで、この広さなんで、食事をすごいこう豪華なものを求めてる人はあれかもしれませんけど、普通にこれでいいですね。はっきり言って静かで広い方がいいです、私は。はい、すごいいいラウンジだと思いました。関空さすがですね。しっかりとラウンジ内には黙々所があります。ここですね。はい。かなり広い喫煙所ですね。まあ椅子とかはないですけど十分ですね。ラウンジの中に喫煙所があるっていうのはね、かなりありがたいですよね。それじゃあラウンジを出てゲートに行きます。你好，欢迎您，请稍微侧身， Hello， 你好。以便妥善存放在您视线范围内的行李架上。機内入りました。737-800です。で、スリッパと、これも以前あったな。意識高い水ですね。ちょっと高そうな、はい、お水が1本もありました。で、もう今勝手にウェルカムドリンク渡されました。オレンジジュース、はい、選択肢はなかったです。で、おしぼりももらいました。安放行李时，请稍微侧身，以便。是我们最高职责。甲板区放不了行李啊。在协助其他旅客。当应急出口标有明显标志，达最近的出口，迅速撤离。何度かアモイ航空には乗っていますが、機内食は正直期待していませんでした。今回はビジネスクラスではありますが、短距離区間なので軽食だけかなと思っていたら、素晴らしいクオリティの美味しい中国スタイルの食事が提供されました。すべて温かく、味も非常に良かったです。特に薬膳スープみたいなやつが美味しかったですね。上水果，甜品也不需要买。先生、先生们，你们好！由您后续转乘下航程粤。好，提醒，您的手机及其他电设备仍。
的轮椅下去。这是一台公的轮椅先下，然后其他的可以坐。ということで福州到着しました。今から入国審査です。かなり大きな空港ですね。規模がでかい、広いです。ということで中国の入国完了いたしました。空いてたんであっという間に終わりました。とりあえず、今からですねホテルの方に移動しようと思います。空港からホテルがちょっとね街の中心部まで遠いんですよね。40キロぐらい離れてるんですけど、ちょっとどうやって行こうかな。もうめんどくさいんでタクシーで行こうかなとは思ってますが、はい、とりあえず移動しましょう。後日ねこちらの空港戻ってきてまた飛行機乗るんですけど、はい、かなり立派な空港ですね。福州とかほとんどの人来ないような気がするけど、でもね名古屋、大阪、東京直行便ありますからね。おそらくバスでも行けるんですけど、ちょっともうめんどくさいんでタクシーで、行きます。あそこたくさんタクシーがいるんで行きましょう。ということで空港からホテルにね無事到着しました。だいたい40分ぐらいかな。結構飛ばしてたんで、料金はねまあまあ高いですね。距離があるんで172元、4000円ぐらいだったんですけど、もっと節約しようと思えばバスとかで来れば多分もっと安く行けると思いますけども、タクシーで来ちゃいました。とりあえず今から、チェックインしたいと思います。ちなみに今回こちらウエスティンですね。マリオット系のウエスティンホテル福州のなんとね1泊1万2000円ぐらい、めっちゃ安かったんですよね。修行も兼ねて今回予約したって感じです。うわーすごい豪華。1泊1万2000円は安いでしょう。日本で無理でしょうね。久しぶりになんか安いなって思いました。ということでチェックイン完了しました。部屋に行きましょう。もうラウンジがやってるみたいなんで行きましょうか。一応ねクラブフロアにアップグレードされました。めっちゃ綺麗なホテルだな。今回21階の部屋ですね。でラウンジが22階、近いのはありがたいですね。一応ねタバコ吸えるらしいです、部屋で。ということで角部屋でした。ってことは広いねきっとね。また最近角部屋率が高くなってきました。ということで部屋に入りました。なんか中国のホテルって感じの雰囲気がしますね。はい、スイートではないな。全然いいですけど、エグゼクティブフロアのツインの広めの部屋って感じですかね。なんかお茶が置いてあるわ。すげえ、こんななんか高そう。はい。でベッド2つでタバコも吸えて、景色はこんな感じですね。はい、特に説明することはないですけど十分です。あとトイレも綺麗ですし、はい、こんな感じ。すでにラウンジでハッピーアワーやってるんで先に晩ご飯がてら行きますか。ちなみに今回ね3泊するんですけど、毎日朝食無料とあと1000ポイントいただきました。ここがラウンジか。ラウンジはこんな感じ。食べ物はいっぱいありますね。十分ですね。結構広いです。ざっくりこんな感じで紹介終わります。こんな感じで食事持ってきました。今日はこれで晩ご飯が対応できるんで嬉しいですね。また明日明後日はどっか食べ行くと思いますけど、はい、飲み物は炭酸水にしました。
それでですね、今回私がこちらの福建省、福州にね、来てる理由っていうのが、動画の冒頭でもお話ししたと思いますけど、こちらの福建省にある平潭島という島ね、福州からだいたい電車で30分ぐらいで行けるのかな。車だと1時間ぐらい。その、平潭島っていうのが一番ね、台湾に、近いわけですよ。わずか68海里とか9海里ぐらいで、距離で言うと120キロぐらい。その平潭島から台湾のね、本島まで陸続きで、橋を作ってね、渡れるようにしようっていう計画を、実際に実行してて、で、計画では2035年ですね、に、完成予定ということで、台湾はこれを否定してるんですが、前の政権のね、親中政権だった時に合意して、約束したじゃないかっていうことで、もう勝手に中国が作ってるんですけど、で、それが今平潭島までは、鉄道も車の橋も両方ね、完成してて行くことができるんですよ。で、平潭島は台湾のね、人たちをこう、誘致したり、同化政策みたいなのやってて、台湾人の中でもね、考え方が結構様々あって、中国にね、絶対、こう、なりたくないっていう人たちと、中国と一緒になった方がいいじゃんっていう人たちが、こう、いるんですよ。日本でもそうじゃないですか。で、その中国寄りの人たちをたくさん集めて、で、そこでね、いろいろ免税にしてあげたりとか、そのビジネス特区にしたりとか、いろいろやってるみたいで、一生懸命ね、引き寄せようとしてるというか、なかなかね、こう取り上げるのが難しい問題ではあるんですけども、とりあえずその中国が一生懸命今ね、台湾を自分たちのところにこう引き寄せるために、こう、見せつけてるような島なんですよ、はっきり言って。で、そこが、今後ね、ちょっと今世界情勢こういう感じなんで、いろいろ台湾を、武力的に取るだとか、台湾をね、香港みたいにするっていう話も出てきてる中で、結構重要な島になりそうだということで、いずれね、行けなくなる可能性もあるかなっていうふうに自分に思ったんで、ちょっと見てみようかなと。で、結構すごいスピードで、そういったことが進んでるみたいなんで、実際に普通に島に行ってね、観光することは今誰でもできますから、もともと観光の島だったんでね。はい、なんでそういったところをちょっと、重点にというか、どんな感じなのかなっていうのをちょっと実際にその橋もね、渡ってみたりして、見てみたいっていう思いで福建省に来ております。もちろんね、福建省自体もね、いろいろ見どころが多くて、私、アモイにしか行ったことなかったんですけど、今回福州、ここがね、その福建省の中の、省都と言われるね、日本でいう県庁所在地みたいな場所なんですが、日本人にとってもね、結構ゆかりが多いというか、あと、日本人の人が大好きなね、ウーロン茶の、メインとなる、場所です。そういったところ、ウーロン茶のお店がいっぱいあったりとか、次回ですね、福州市の滞在の動画で1本でまとめる予定なんで、今回このままですね、平潭島に明日の朝、列車に乗って、その島に実際に行ってみてどんな感じなのかっていうのをちょっと今回お届けしたいと思います。とりあえず、今日はこれで、終わりかな。ホテル着いて、もう今シャワーも浴びたんですけど、はい、明日の朝ね、朝ごはん食べてから、また駅に行って、出かけるところからお届けしたいと思います。それでは、おやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。今からね、朝ごはん食べて、そのまま、福州南駅に移動して、平潭島に行きます。昨日の夜にトリップドットコムで平潭島までのね、列車を予約しました。35分って書いてあったかな。福州南駅から平潭島まで。島までね、ダイレクトに新幹線、高速列車で行けるんですよね。結構すごいと思います。はい。それでは、朝ごはんまず食べましょう。朝ごはんです。こちらですね、朝食会場。朝食会場入りました。すごい、何でもある。サラダもあるね。中国のこういった高級ホテル行くと結構日本のねドレッシングが用意されてることがあって嬉しいですよね。日式ごまどれとか醤油のやつとか、はい、朝ごはんこんな感じで持ってきました。野菜類いっぱいあって嬉しいですね。でヌードルバーで作ってもらいました。あと、福州はねワンタン発祥の地と言われてて、またそれ別動画で食べに行こうと思うんですが、一応ワンタンありました。とヨーグルトと、はい、飲み物ですね。はい、サクッと食べて駅に行きます。ワンタンうまいな。はい、それで朝ごはんも食べ終わりましたんで、今から福州南駅の方に行くんですが、残念ながらね
結構雨降っております。本当はね、歩いて地下鉄に乗って乗り継いでいこうかと思ったんですけど、もう今ちょっとタクシーを呼びました。とりあえず駅まで移動します。ということで福州南駅到着しました。ホテルからね結構遠かったですね。2、30分かかりました。50元ぐらいかな。地下鉄で来た方が安いですけど、でも時間かかったでしょうね。雨降ってるからしょうがない。それでは保安検査を受けました。駅めっちゃ広いですね。超綺麗。ここ最近来た中国の駅の中で一番広いかもしれない。そしてめちゃくちゃ綺麗です。多分まだ新しいんかな。人の数も多いですけど、乗り場がね30個あるんですよ。それすごくないですか。ゲート1から30まである。おそらくセントレアより空港より広い鉄道駅だ。乗り場は9番かな。平潭島行き。とりあえずまだ時間あるんで30分ぐらいあるかな。待ちましょう。先ほど話した通り、福州南駅から平潭島までね、ダイレクトで高速鉄道で行けるんですよ。で乗車時間30分ぐらい島にね直接アクセスできるようになってて、実際に今から私がね列車に乗って通る橋っていうのが最終的に2035年までに台湾にねつながる予定で建設してて、もうね台湾は拒否してるんですけども、着実に工事がね進んでるっていう状況なんですよね。だからいずれもう力ずくで台湾にねつなげてしまうっていうもう考えが中国にはあって、で台湾はそれを拒否してるけど、今後ね直近で今いろいろ台湾有事の可能性あるじゃないですか。でことが進むと一気にまた橋が建設が、ね、進んだりするんだと思うんですよ。これまだどうなるか分かんないですけどね。だから国際情勢的にかなり今台湾有事とかって注目されてると思うんで、そこでの最先端ですよね。中国がいかに台湾にね手を出すかっていうところがみんな注目してると思うんですが、あとですね、別動画、次回の動画でねお届けするつもりではいるんですけど、こちらの福州の人たちもね結構喋り方とかいわゆる台湾なまりっていう中国語を喋る人が多い。あと台湾のものとか台湾の文化が結構強いところなんですよ。中国なんですけど、そういったなんかその人々のね感情的にもなんか台湾は俺たちのものだとか台湾と同じだって思ってる人も結構多いみたいで、なんかその辺もなんか他のエリアと違ってたりするから興味はあったんですよね。ということで改札通過しました。でこの後ね列車乗るんですけど、見どころとしてはやはり大橋をね渡っていくんですよね。海峡大橋はそのシーンはちょっと皆さん見ていただければと思います。こちらですね。今回一等車取りました。1200円ぐらいです、片道。自分が乗る列車はこれですね毎回これな気がするシーメンスのやつですね。ということで車内に入りました。一番前の席でした。広いですね。でこんな感じ。一応窓側なんですけど、橋をね渡る様子をちょっとしっかり撮りたくて選びました。1等車と2等車しかないんじゃなくて、前の方にプレミアムシートみたいなのありましたね。今回それは予約のとこになかったんですけども、満席ってことですかね。このタイプ初めてかもしれないな。モニターと電光掲示板が2つくっついてる。とりあえず今回ね平潭島に行って一番近い場所68海里っていう場所のスポットがあるんですけど、そこには行こうかなと思ってます。でその後、街の様子見たり、台湾のなんかいろいろ誘致してるっていうのをちょっと感じれればいいなとは思ってます。あと海鮮系の食事がやっぱり有名みたいですね。今日日帰りなんで、あと雨降ってるんでどこまでできるか分かんないですけど、とりあえず平潭島に行くっていうのが、そしてその橋を渡るっていうのがちょっと今回のポイントなんですけど、楽しみです。昨日ね到着した時結構あったかかったんですけど、今日すごい寒いですね。なんか半ズボンで来たことを後悔してます。ということで1分早く発車しました。28分発ですけど、女士们、先生们，列车环境
これまさかのずっとフェンスで見えないパターンかな。今渡ってるんですけどね、これ多分見えないパターンか。車で来ないとダメなのかな。ちょっと残念ですね。ちょっと予想外。今海の上をね走ってるんですけどね。この橋はね全長15キロあるんですよね。香港から樹海とかマカオ行く時よりも短いですけども、海の上に橋を通して繋いでしまうっていうのが結構中国やるのが好きみたいでいろんなところでありますよね。士们、先生们，列车即将到达平潭站，请下车旅客检查随身携带物品，做好准备。Ladies and gentlemen, the train is going to arrive at 平潭 station。列车即将到达平潭站，请下車旅客。Ladies and gentlemen, 風力発電の the train is going to 数がすごいですね。 arrive さっきから at どこもかしこも風車だらけですね。 Ready for arrival。下车当心，脚下注意安全，健康。ということで平潭島到着しました。風がめっちゃ強い。寒いわ。平潭島の駅がすごい綺麗ですね。思った以上に皆さん来られてますね。ほとんど観光ですよね。駅の中にねこんな感じで観光案内所があって、自分が行きたいのはねこの68回り、ここなんですよ。でこの近くに台湾免税市場っていうのもあって、これどうやって行こうかな。タクシーで行けるんですけど、なんかいい感じのやつがあるんかな。あと今ね受付のお姉さんに聞いたら、1人の場合はあそこでねレンタルバイクやってるんですよ。あれ借りた方がいいよって言ったけど、一応国際免許証持ってますけどどうなのかな。あとクソ寒いんでねちょっと乗りたくないっていうのがありますね。半ズボンで来てるからね。あと雨降ってるし、晴れてたらあれでよかったな。もしかあともっとあったかければ、あれ多分一番安上がりで自分で自由に動けるんですけど、でも雨でも乗ってる人いるね。とりあえずタクシーどこ行ってみますか。バスでもいいんですけどね。とりあえず目的地に行くことを優先してタクシーで行きますか。タクシーいっぱい止まってるわ。とりあえずタクシーで68回りの場所まで目指します。それじゃあチケット買って中入りましょうか。見終わったらこの辺のなんかお店で適当にお昼食べましょうか。寒い。今聞いたらね、ここ閉園って書いてあるんですけど、今日風が強すぎて危ないから閉鎖してるみたいですね。この人たちも知らなくて来たみたいで。マジか。このためにここまで来たんだけどな。入れないわ。こういうこともあるか。奥のねとこ登っていくとギリギリまで行けて、そこで写真撮れたりするんですけど、今日天気悪いからどっちみちね台湾は見えないと思うんですよ。天気がいい時しか見えないみたいなんですけど、ちょっともう寒すぎるから諦めますわ。マジか。こういうこともあるか。絶景スポットに行けないことが分かったんで今どうしようか迷ってるんですけど、今タクシーのね運転手さん、さっき乗ってきた運転手さんとまた会いまして、で入れなかったっていうのを伝えたらかわいそうにみたいな話になってでちょっと付き合ってくれるみたいです。今日も日帰りで帰るんでどうしようかなと思って今飯食おうか迷ってんだけども、この際違うとこ行っちゃおうかな。
今近くにね台湾村っていうのがあるんですよね。ちょっとそこに行きたいんで、そこで飯食いたいから食うことにしますわ。でもう一回このおっちゃんで移動します。ということで今回の目的だった海峡大橋、渡ったんですけどあんま景色も見れなくて、で今からね来た、それで今来た68海里という場所も強風と悪天候で入れなくて、ちょっとね大失敗したんですけど、今からね台湾人たちをこう同化させようとしてこういっぱいなんか呼び込んでるという台湾村、そのエリアにちょっと行ってみたいと思います。台湾のね食べ物とか文化とか台湾人たちも実際住んでるみたいなんで、そこね一応候補にはしてたんですけどちょっともうメインが潰れたんでそこに行きます。ここが台湾タウンみたいですけど、全然あれだな、人いないな。荒れ果ててますね。それではこちら平潭島にある、台湾村、来ました。今タクシーのねドライバーの人には待っててもらうことをお願いしてですね、1時間ちょっと時間くれということで、ちょっとこちらに来ました。できればちょっと食事を食べたいんで、こんな感じで台湾乳老麺とかありますね。お店やってんのかな。書いてありますね。台湾タウンビジネスサービスセンター。台湾でね起業したい若者とかね投資家の人たちをここでなんか特区みたいにしてこう住まわせて仕事させて、あと補助金も出してみたいなことをやってるって聞きました。猫ちゃんやっぱ台湾はね結構日本の文化が浸透してるんで、あれですかね、日本語もありますね。お好み焼きとかなんか書いてあります。かき氷とか。はっきり言ってすごい殺風景でゴーストタウンみたいですけど全然なんかうまくいってなさそうな感じしますね。やってるお店一部あるとは思うんだけどね。この辺なんか美食街って書いてあるけどお店全部閉まってるもんな。昼間だから閉まってるっていう感じでは多分ないと思う。本当に空き家みたいに。食べるとこもないんかな。こちらあれですね、台湾商品が売ってるお店とか。食事するとこないなこれ。ここもそうですね。一応さっきのお店入ってみましたけど、台湾のお菓子とか、これあれだ、黒松って書いてあるわ。黒松台湾にありますよねよく自分も買ってました。お茶とか台湾のメーカーのやつですね。普通に店内でタバコ吸えるんですね。にゃお。普通に店内でタバコ吸えるんですね。吸いながら買い物してる人とかいるわ。なぜかマトリョーシカがある。しかも30元だ。この前の内モンゴルより安い。なんでマトリョーシカあるんだろう。マトリョーシカ俺遭遇率高いんですよね。あとはなぜか大田遺産とかセデスとかセイロガンとか売ってますね。北海道日本のやつ持ってるわ。特に見るものはなかったですね。全然何にもないわ人もほぼいないしお店もやってないわ。今日土曜日ですけどね。マジか。普通になんかいろいろ飯食べたりできると思ってた。こんな感じなんだね今現状は。じゃあもう何にもすることないわ。台湾の交流文化交流会所とか書いてあるけどもうやってないんかな。台湾の人たちもね意見いろいろあるけど
中国と一緒になりたくないっていう人多いと思うんでね。全然人もいない。台湾と共にやりましょうみたいなことだと思うんですけど、完全なもうゴーストタウンだもんな。コーヒーとかお茶とか飲んで休憩しようかなと思ってたけど、全くやってないからな。このままだと駅に戻って終わりになってしまうな。街中に行けばね、商業施設とかショッピングモールあるんですけど、そこ行けば普通にやってると思うんですけど、そんなのどこでも一緒だからね。マジか。てっきりマッサージとかね、そういうお店もいっぱいあって賑わってるのかと思ってました。多分これが現実ですよ。うまくいってないんですよ。全然台湾側の気持ちはないってことですよ。そういうことですね。外から見てるとね、こう中国の勢いで行きそうなのかなみたいなあるとは思うんですけど、そんなことはないってことですよ。これが真実ですよ。ということで、当初自分が予想してたちょっと感じにならなかったんですけど、とりあえずこの平潭島に来て、終わりです、これで。はい。もう時間的にもね、あれなんでそう6時8帰り見て台湾タウン行って買い物したり飯食ってゆっくり過ごして帰るっていう予定だったんですけども、はい、すいません。もうこれはもうどうしようもできない。こうなってしまったらね、とりあえず今から電車予約して福州に戻ろうと思います。いやー、うまくいかないね。しょうがないか。天気が悪いのと店が閉まってるのと、あとはアクセスは良くないですね。アクセスというか、こう移動するのももう全然タクシーないからできないですし、寒いしなんかレトロな感じがしておしゃれなんですけどね、見事にもぬけの殻というか、何にもこれはひどいな。一応ここコーヒーショップになってるけど、何にも店の中何にもないもんな。完全ゴーストタウンみたいになってるわ。なんか列車が置いてありますね。こんな感じ。台湾で使ってたやつかな。なんかかろうじてやってるお店がある。ここになんか台湾免税店なんちゃらっていうのがあるな。一応なんか免税店が集まってるエリアっぽいですけど、ここも全然人ガラガラだけど、何分風が強くて寒い。若干お店あるわ。やってるかな。なんか食べたいっすよね。ただのお土産屋か。マジでなんもないな、ここ。飲食店とかもなんもねえな。これはひどいな。さっきの場所と一緒だな。全部免税でなんかお酒が売ってるとか、そういうのだけかな。ここもそうですね。全然だなもう残念としか言いようがないな。もう見るもん全くない。金門島のお茶とかなんかそんなことが書いてあるけど、これが現実ですわ。はい、とりあえず今からね、駅に戻るんですけど、その前にちょっと自分のちょっとわがままを言って、海峡大橋をですね、やっぱ近くで見てみたくて、そこの写真とか撮りたいんで、それだけ見てまた駅に戻るって感じで、今ドライバーさんにお願いしました。雨は止んだんですけどね、気温はめちゃくちゃ低いですね。外の気温今9度ぐらいです。だからさっきお店の人にも言われたし、このドライバーの人にも、そん
んな格好で大丈夫って言われましたからね。はい、こちらが平潭海峡大橋。あれですね、将来台湾につなごうとしている橋で、今その入り口に入りました。さっきはね、列車の中で、しかもフェンスみたいなのがあって見えなかったんですけど、今から実際に渡ってみます。あれですね、結局上の道も風よけのフェンスがあるから大部分はもう見えないですね。まあ実際に橋を渡ってるのは事実なんですけど、今ドライバーの人に頼んで降ろしてもらいました。これですよ、これすごいね。この先またあの島の奥までね、今建設してると思うんですけど、そこはちょっと見れないんですけど、2035年には台湾に続く予定で、勝手に中国が作ってる橋です。すごいね、これが見たかったんです。はい、それではもう駅に向かいます。ドライバーさんに感謝ですね。わがままを言ってほぼチャーターみたいに使いました。もちろんお金は払いますが。ということで駅に戻ってきました。これからね、また福州南駅に戻ります。あと1時間後ぐらいの列車ですね。とりあえず駅の横にあったなんか食堂みたいなところでちょっと昼飯食べます。で今チャーハンと海鮮チャーハンとワンタンスープ頼んだんですけど、20元でしためちゃ安いね。400円ぐらいですよ。さっきタクシーの方が全然高いな。一応ですね、こちらの福建省福州はワンタンの発祥の地とされてるんで、ワンタンが美味しいと聞いたんですけど、またそれはまた次回の動画でね、詳しく街の滞在でやろうと思ってますが、もう今寒いからあったかいやつ欲しくて頼みました。ということで頼んだチャーハンとワンタンスープ。ワンタンめっちゃちっちゃいんだね、1個が多分大量に入ってる。超うまそう。しかもチャーハンすごい量だな。超美味しい。超うまいな。スプーンがちょっとちっちゃいけど、うまっ。何度も言いますけど68回入りに行けなかったのがちょっと悔しいですね。それでは福州に戻ります。駅にも台湾のお土産とか商品が売ってるんだ。ここも一応免税なんかな。それでは改札通りました。あ、これだ。初めて乗りますね、このタイプ。女士们、先生们，欢迎乘坐福州客运段直程的动车。ということでホテルに戻ってまいりました。今回こんな感じでですね、中国福建省にある、平潭島というね島、台湾との事実上のね最前線、金門島もそうなんですけど、台湾との台湾有事の際にですね、結構なキーワードになってくる島だと思います。日本人の人はね、ほとんど平潭島知らない人が多いんじゃないかなと思います。おそらく金門島の方が有名だと思いますんで、台湾の島なんですけど、中国にめちゃめちゃアモイの方に接近してるっていうところ、そうじゃなくて
実際に中国がもう台湾を取りに行くためにですね、着実にいろいろ進めてる島というのが、この平潭島だったんですけど、ちょっと68回の場所ね、何度も言ってますが、悪天候で見れなかったのと、SNS とかメディアで報じられてるほど、なんか台湾の人たちがいっぱい住んでて、なんか融和政策みたいなのがやってんのかなと思ったんですけど、うまくいってないような感じの風に私は捉えましたけど、実際ね、平潭と台湾村があったりとか、台湾の商品がたくさん売ってたりとか、そういったちょっと変わったところではあるんでね、そういうの知らない人、今回の動画を見てね、初めて知ったっていう人多いと思いますんで、ぜひね、参考にしていただければと思います。次回ですね、こちらの福建省の、省都、福州市をね、深掘りというか、滞在の様子をお届けしたいと思いますので、引き続き見ていただければと思います。皆さんよろしければ感想、コメント欄に書いていただいて、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。一旦終わります。ご視聴ありがとうございました。